皆さんこんにちは、アンリです。今日はアンソロピクがアメリカのウォールストリートとおよそ2250億円規模の合弁会社を立ち上げた一方、 Google のジェミニがゴーマ国防総省の機密ネットワークに解禁され、社内で約600名が反対署名を出したという AI 業界の倫理戦が静かに引き直された出来事を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年5月4日、緑の日。日本ではゴールデンウィーク真っ只中で家族でお出かけされていた方も多いと思います。ですが、太平洋の向こう側、アメリカでは AI 業界の地図を塗り替えるような発表がまさに同じ日に2つ重なって飛び込んできました。一つは安全性を最優先に掲げてきたアンソロピクがウォールストリートの巨人たちと組んで巨大なお金を動かし始めたこと、もう一つはこれまで軍との距離をめぐって慎重だった Google がついにアメリカ軍の最も機密性の高いネットワークの中にジェミニを送り込んだことです。今日は5月5日子どもの日の火曜の朝、連休明けに知っておいていただきたい大ニュースを順を追って整理していきます。まず一つ目の大きな話題、アンソロピク、つまりチャット GPT のライバルとして知られるクロードを開発している会社が2026年5月4日、ウォール街のトッププレイヤーたちと組んで合計15億ドル、日本円にしておよそ2250億円規模の合弁会社を立ち上げました。出資の内訳が興味深いんです。アンソルピキ本体、世界最大のオルタナティブ投資会社ブラックストーン、そして大手プライベートエクイティのヘルマン&フライドマンの3社がそれぞれおよそ3億ドル、日本円でおよそ450億円ずつ、さらに投資銀行の名門ゴールドマン・サックスが1億5000万ドル、およそ225億円を出資します。加えてジェネラルアトランティック、アポロ、シンガポール政府系ファンドの GIC、 そしてシコイアも追加投資に名を連ねました。ここでプライベートエクイティ、略して PE という言葉が出てきましたが、これは年金基金や富裕層から大きなお金を集めて未上場の会社を丸ごと買って価値を上げてから売る投資会社のことです。ブラックストーンやヘルマン&フリードマンは世界中のミッドキャップ、つまり中堅規模の企業を何百社もグループ会社として抱えています。今回の合弁の狙いは、そうした PE が保有する膨大な数の中堅企業の中にクロードを業務システムとして直接埋め込んでしまうこと。これによってこれまでマキンシー、BCG、ベインといった大手コンサル会社が独占してきたいわゆる戦略コンサルティング市場、世界全体で数十兆円とも言われるパイを AI が正面から食いに行くということなんです。そして衝撃的だったのは、同じ5月4日、オープン AI もほぼそっくりな合弁スキームを発表したことです。オープン AI も複数のトップティア PE ファームと組み、 PE 保有企業へのチャット GPT 展開を進めると明らかにしました。つまり安全性を看板に掲げるアンソルピキとフロンティアを走るオープン AI、 ライバル同士が同じ日に軍ではなくウォール街と組むという選択を競うように示したわけです。 AI の稼ぎどころが政府や軍ではなく民間の中堅企業の業務改革にあると、両者が同時に宣言した日と言ってもいいかもしれません。さて、2つ目の話題に移ります。同じ5月の頭、Google が開発する最新の大規模 AI ジェミニ3.1 プロがペンタゴン、つまりアメリカ国防総省の機密ネットワークの中で正式に動き始めることになりました。米国防総省の AI 責任者であるカメラン・スタンリー氏が公の場で確認したものです。ここで使われているのがIL6、IL7 という耳慣れない言葉です。EL6、EL7 というのはアメリカ政府が定める情報セキュリティの最高レベルの区分で、簡単に言えば軍事作戦や国家機密を扱う最も外部から守られた閉じたネットワークのことです。普通のインターネットとは完全に切り離されています。Google は今回 Any Law for Government Purpose
日本語に直訳すると、いかなる合法的な政府目的というかなり広い用途で、ジェミニーを国防総省の機密ネット上で使うことを承諾しました。これに対して Google 社内では約600名の従業員が連名で公開書簡に署名し、抗議を表明しています。ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんが、2018年 Google が軍のドローン映像を AI で解析するプロジェクトメイブンに関わっていることが社内で発覚し、大規模な反発を受けて契約を更新しなかった事件がありました。今回はそのプロジェクトメイブン以来となる大きな社内反発です。ところが2018年と決定的に違うのは、 CEO のスンダー・ペチャイ氏をはじめとする経営陣が今回は撤回しない姿勢を明確にしていることです。ここで思い出していただきたいのが、5月3日に当社でお伝えしたアメリカ国防総省の AI 機密契約7社からアンソロピクが除外されたという動画の続報になるという点です。ペンタガンと7つの AI 企業が大型契約を結んだ際、アンソロピクだけが契約条項、特に軍事利用に関する条項を理由に契約参加を拒否し、リストから外れていました。今回もペンタゴンの機密ネットに入ったのは Google や OpenAI など他社で、アンソロピクは引き続き軍事用途とは距離を置いた格好です。一方でアンソロピクはウォール街、つまりお金の世界とは深く手を組む。これが今回私が軍を捨てウォール街と組んだ日と表現した背景なんです。 AI 企業ごとにどこで稼ぎどこに線を引くのかという倫理的な立ち位置がはっきり分かれてきた瞬間と言えます。3つ目に、補足としてマイクロソフトエージェント365についても触れておきます。これは5月1日に正式提供、つまり GA となったばかりのサービスです。料金は1ユーザーあたり月額15ドル、上位プランのフロンティアスイートにバンドルすると月99ドル。マイクロソフトの強みは AWS ベッドロック、つまり Amazon が提供する AI 基盤や Google ジェミニエンタープライズとも AI エージェントの登録情報を同期できる点にあります。さらに社内のセキュリティ製品ディフェンダーやインチューンと組み合わせることで、いわゆるシャドウ AI を可視化できると謳っています。シャドウ AI というのは、会社が把握していないところで社員が勝手に外部の AI サービスを使ってしまう状態のことで、情報漏洩のリスクが指摘されています。要するにマイクロソフトは AI 時代の社内ガバナンスを丸ごと抑えに来ているわけです。4つ目に、今回のニュースが私たち日本のビジネスパーソンにどう関係してくるのかを考えてみます。アンソロピクがウォール街と組んで PE 企業群にクロードを入れていく流れはいずれ必ず日本にも波及します。日本でも投資ファンドが買収した中堅企業は数多く存在し、コンサル会社の助言で経営改革を進めるのが普通でした。そこにクロードやチャット GPT が直接入り込めば、これまで人間のコンサルタントが何ヶ月もかけてやっていた業務分析や改善提案が AI エージェントによって日時で回り始める可能性があります。5つ目に、Google の軍事解禁が示すもう一つの意味を考えます。2018年と違って撤回しないという経営陣の姿勢は、 AI 開発に莫大なコストがかかる今、政府からの大型契約が事業継続の生命線になっているという現実を映しています。年間数兆円規模の AI 投資を回収するには、商業利用だけでなく安定的に支払いをしてくれる政府需要が欠かせない。これは Google に限らず OpenAI、マイクロソフト、そしてアンソロピコを除く主要 AI 企業すべてに共通する構造なんです。6つ目に、それでは私たち利用者は何を見ればよいのでしょうか。一つは、自分が使っている AI サービスの提供企業がどんな顧客と契約しているのかを知ること。2つ目は、社内で使う AI エージェントを選ぶ際にマイクロソフトエージェント365のようなガバナンス機能を最初から検討すること。3つ目は、アンソロピキとオープン AI の倫理ポリシーの違いをニュースで継続的に追いかけることです。こ
ここまでをまとめます。2026年5月4日、アンソロピクはブラックストーンやゴールドマン・サックスらとおおよそ2250億円規模の合弁会社を作り、コンサル業界に正面から挑む姿勢を示しました。同日オープン AI も類似の合弁を発表しています。一方 Google はジェミニ 3.1 プロをペンタゴンの機密ネット IL6 プラス EL7 に解禁し、社内600名の反対署名を受けてもなお撤回しないと表明。アンソロピクだけが軍事領域から距離を取り続けています。マイクロソフトは5月1日にエージェント 365GA シャドウ AI 対策まで含めて社内ガバナンスを掌握しようとしています。 AI 企業の進む道が商業特化、政府密着、ガバナンス抑えという形ではっきり3つに分かれ始めた1週間でした。最後に皆さんへのアクションを3つご提案します。1つ目、ご自身が業務で使っている AI サービスの提供企業が軍事や政府との契約方針をどう公表しているか、公式サイトで一度確認してみてください。2つ目、社内で AI エージェントを導入する際は、シャドウ AI 対策やアクセス権限管理、専門用語で IM と呼ばれる機能が標準でついているかをチェックリストに加えてください。3つ目、アンソロピクとオープン AI の倫理スタンスの違いをこれからのニュースで意識的に比較してみてください。同じ性能の AI でもその裏側にある経営判断は驚くほど違っています。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。